今日中にやんなきゃいけないことをまた月曜日にやってる時に今日中に直せ残業するんだって言ったらはいこれできませんってなるじゃないですか。仕事ってよくこういうこと起こりますよね。これが無駄なんですよ。今回の動画なんですけども、門司社長が考える仕事が遅い人の共通点っていうところを教えていただきたいんですが、門司社長いかがでしょうか。はい。いくつかありますけど、一つ目はやっぱり目的目標が不明朗ですよね。だからその Why, What, How とかで言うと、資料を作るとか、例えばですよ、何か作業をするって How じゃないですか。でそれは何のために何を作るのかっていうのがやっぱりちゃんとインストールされてないと迷走したりしますよね。あと止まっちゃったりとか、脱線したりとか、これがやっぱ起きるんで、遅くなりますよね。ちゃんとその Why とか What 目的とか目標が明確だったら、このためにこれを書く資料とかだったらそのためのこれなのですぐ戻れるんですよね。この製品を売り込みに行って営業でね、受注が目的で例えばこう説明した後にこの機能がいいねとかって一番伝えたいことが伝わることみたいな、それは何みたいな設定するじゃないですか。そうやってこうハウ作ってたらそんなにブレないんですよね。この製品の一番伝えたいことがこれ、一番伝えたいことがこれって書いてたら、割とそんなブレないんですよね。2つ目はやっぱ計画と準備ですよ。何言ってるかってやっぱり結構順番間違っちゃう人が多くて、家を建てるってことを例にする、そうするといきなり設計図もなしにどれだけ何が足りないかもなんとなくで始めると、あれこの木はどこに刺す木だっけ、角壁みたいなこんな会話が始まったりするわけですよね。これ足んねえな、これ発注しといてみたいな、ありえないじゃないですか家だったら。でも落とし穴として気をつけなきゃいけないのは、完璧に計画や準備をしすぎてもダメなんですよね。だからちゃんとその計画と準備なんですけど、事前にバッチリ決めておかなきゃいけないことと、後でも決められること、決めてもいいことを分けておいて、事前に決めなければいけないことをちゃんと決めて計画と準備をすると。だから準備してない人が遅いですね。計画と準備をしない人も遅い。計画と準備をしすぎる人も遅い。行き当たりばっかりになりすぎてもダメだし、かといって計画ばっかり完璧にしようとして、なかなか始めれなくても、なかなかこう仕事が進まなかったり。そうですね。3つ目はやっぱ時間を曖昧にする人ですかね。それこそ期限もそうですし、なんで時間曖昧にするのかなと思うと、自分に照らし合わせた時に重要なことは絶対時間切ります。で正直あんまり興味がないとか、あんまりどうでもいいことは時間曖昧にしますよね。自分もそうなんですよ。時間を曖昧にするってことは多分重要性とか期限をちゃんと理解してないんだろうなって思うんで、やっぱ遅いですよね。時間曖昧にしちゃ当然遅いじゃないですか。あとはスピードの大切さやっぱ理解してないのかなと思うんで、時間の大切さとか、俺は分かってないから曖昧にするとか、そういうことかなと。で4つ目は多分結構多いと思うんですけど、成果を出すっていうことが一番じゃなくて、間違えないことを失敗したくないっていうのが一番に来てる人が結構いると思うんですよ。何をやるにおいても成果が一番だ、成果が一番だってちゃんと認識できて、その言動行動ができていれば、いいものを作るのが目的で、いいものを作るためにどんどん考えられて、そういう手法も取れるんですけど、失敗をしたくないっていう人は失敗したくない、間違えたくないんで、間違えて怒られるのとか嫌だから、間違いを指摘されないように作るんですよね。だとしたら速さ2の次なんですよ。いいものを作りたい人はさっさと出して、これ合ってます？こんな感じでいいですかって聞いたりするんですよ。よりいいものを作るから。でも間違えたくないし失敗したくないっていう人は、それを出すにもう突っ込まれたくないから完璧にしてから出そうみたいな、これが優先される。多分そういうことだったんですね。5個目は無駄が多いですね。無駄に気づいてない人が結構いますよね。遅い人。その根幹はもしかしたらさっき言った失敗をしたくないっていうとか、間違えたくないっていうのが優先されてるからな気もしますけど、本来であったらやらなくてもよかったことまでやってしまうのが結局無駄につながってしまうみたいなところですかね。結構これ自分でも気づかないうちにやってる方多いんじゃないですかね。特にこう新卒で入ったりとか、自分でどう仕事を進めていいかわからないみたいな若手の方なんとか、特に上司に怒られたくないとか先輩に突っ込まれたくないっていうところで結構失敗しないようにこう無駄な資料を作ってみたりとかっていう方も多いのかなとはちょっと考えます。難しいかな例えば僕が部下とするじゃないですか、じゃあ例えば今のポイントを実直にやってみようと思ったりしますと、仕事が資料作りだとしましょうと。この資料を作ってよと、仮に来たとしましょう。この資料を作る目的は何ですか？わかりました。この資料をじゃあプレゼンするわけですよねと。例えばじゃあこのプレゼンの最後に1個重要なものをちゃんと伝えるとしたら何が伝えたらいいですかみたいに聞き直せばいいじゃないですか。必ず多分答えるはずなんですよ。ログでもない上司でなければ。で設定しますよね。でそれをまず覚えますと。でそのために作るんだってインストールしますと。で2つ目は計画準備だから、これすいませんと、なんならもう聞いたらいいと思うんですよね。いつまでですかって聞くじゃないですか、いつまでですかっていうよりかは、なぜいつまでなのかをちゃんと聞くんですよ。例えば今週の金曜日までに上げてくれって言われたら、今週の金曜日に上げるってことは月曜日にプレゼンですかみたいな、
もしくは金曜日にチェックを入れてからやるから火曜日ですかみたいな。出す人、使う日を聞くんですよね。なるほどと。分かりましたと。で仮にですよ、火曜日なんだよって言われたら、あ、なるほど、じゃあ月曜日はちゃんとチェックして、もしかしたら修正が入る可能性があるんですよねと。だとしたら、すいませんと。例えば金曜日に僕の中で 100% 作って金曜日のギリギリに夕方出すのと、50% で水曜日の5時に出すのと、だったら部長としてはどっちがいいですかって聞いちゃいます。じゃあ水曜日 50% で。って言われたら、分かりましたって言えばいいし、3つ目も一緒ですね。時間を曖昧にするっていうのは、金曜日はね、作っといてくれる。分かりました。これも僕からしたらそうなんですよ。本当に大事だったら、金曜日の5時00分までに作ってて、やっぱ言うので、返しますよね。金曜日ってことは金曜日中でいいですか？それって23時59分ですかって聞くんですよ。いや、そんなわけないんだろ。金曜日って言ったら修行の時間に決まってんだろって。分かりました。じゃあ6時ですね。みたいな。結構仕事を頼む際にも、やっぱ頼み方というか、いつまでにっていう時間をしっかり明確に伝えてあげるのも、頼む相手の仕事がスムーズにいくためには結構重要だったりするんですかね。2つあると思ってて、本当に重要なことはこっちから期限切って言います。何分まで。でも正直そんなに急いでないこととかはあえてフランクに渡します。それで見てる。なんかできる人はフランクに渡してもすぐやってきますよ。とか確認ちゃんとしてきます。確認渡した時に、ちゃんと期限を確認してくるやつは、あ、なるほどね、こいつ偉いなと。いや別に今週中でもいいかなとかって人に言った時に、分かりました。じゃあ一旦木曜日の5時まで出しますねみたいに言われたら、こいつできるなと。逆に向こうから期限大体このぐらいでっていうのをちゃんと切ってくる。いつまでに出せばいいですかって聞いてくるのが仮にレベル1だとしたら、期日までちゃんと切ってくるのはレベル2、そんな感じで見てたりしますよね。大体でもわざとフランクに渡して金曜までいいかな、今週でいいかなとかって言って分かりましたとかって言ったやつは、これまた2つに分かるんですよ。ちゃんと金曜日内に出してくるやつと、金曜日に出してきても夕方ぐらいになるとそわそわするじゃないですか。金曜日の朝に今日の何時まで送りますって言ってくるやつと、いきなり何も言わずに5時ギリギリに送ってくるやつとか、就業時間までギリギリになってすいません間に合わなかったんでもう1日いただいていいですかっていうやつとみたいな、これで大体レベル分けしますよ時間を曖昧にするってことはそういうこと。4つ目のその成果を出すことに関しては、これもでも一緒ですよね。50% でないよね、100% でないよ、どっちがいいですかって聞いた時に、50% で水曜日がいいよって言われたら、分かりましたと。これは成果を出すっていうことが目的目標分かっていて、時間を曖昧にしないとか計画準備って考えたらこれできてる話かもしれないですね。資料をただ作りなさいという仕事のタスクに対して、この資料がどういう目的を持っていつまでに使うのかみたいなところをちゃんと理解した上で仕事をしていると、無駄も減ってくるし、スムーズに仕事を進められるんですけど、そこが全部抜けていくとどんどん仕事も遅くなるし、無駄ばっかりが増えていくっていうか、そんなイメージですかね。そうですね。ちょっといろいろ言いましたけど、まとめると、目的とか目標をしっかり決める、認識する、適切な計画準備をする、時間を曖昧にしない、時間を明確にすると。ここだと思いますね。すごく分かりやすいし、結構これは知らず知らずに当てはまっちゃってる、私自身も多分そういうところもあるかもしれないので、気をつけたいなと思いました。だって嫌じゃないですか。だってそれも普通にこっちも嫌ですよ。やる方だったとして、例えばさっきのですよ、仮にじゃあ上司から今週の金曜までによろしくって言われて、分かりましたって言って、もうそもそも金曜の何時までって会社が変わってる可能性なんですよ。僕なんて要は夜まで働いてたから、金曜日までって言われたら金曜日の23時59分まで認識するかもしれないですよ。でも普通の社員からしたら定時じゃあ6時だとしたら6時00分までって認識する。でもそもそもそれのギリギリも本来おかしいんですよ。だってさっきの話で月曜日に資料を使うんで別に見直さないんだったら、土日も別に見ないんだったら、残業しないんだったら、金曜日の6時に送る必要あります？月曜日の9時にまで送っとけばいいんじゃないですかってこっちは思うんですよ。ということは金曜日の6時までに送れってことは、まず時間を確認しますよね。で6時までに送るってことは、部長あれですか、金曜日残業するつもりですかみたいな。そうだよっつったら5時までに送りますねみたいな。6時までに送りますって言わないと、僕は23時59分までだと思ってて、部長が6時までだと思ってたら時に、こっちは23時59分だから、例えば金曜日の夜にやろうとするとするじゃないですか。そしたら6時前になって、お前あの資料大丈夫か、あの資料大丈夫だってすごい聞かれるわけですよ。めんどくせえな、23時59分じゃなかったと思うわけじゃないですか。聞かれるのも無駄だから、ちゃんと時間もすり合わせるし、重要だったらですよ。先手をやっぱ打つわけですよね。資料を使う例えば会議とかだったら、会議の時間とかも聞いといた方がいいんですかね。僕は聞いちゃいますかね。だってそれも同じ話ですよ。月曜日にプレゼンに行くんだったら、これ修正しないで一発で朝見て持ってくってことでしょ。朝の時点でこれ直した方がいいとかって言うと、これどうなんだみたいな。いきなり朝一にお前これすぐ直せって言われたら俺嫌なんだけど、月曜日に仕事いろんないじゃんとかって思うから確認しておきたいじゃないですか。月曜日確認するんだなと思ったら、月曜日どうせ確認して赤ペン来る可能性があるなと思って、月曜日の夕方構える時間を用意しておくわけですよ。用意しとかないと今度いきなり自分が一生懸命教師にやんなきゃいけないことをまた月曜日にやってる時に、今日も中に直せ残業するんだって言ったら、はいこれできませんってなるじゃないですか。
仕事ってよくこういうこと起こりますよね。これが無駄なんですよ。そういうのもだからラリーの無駄とか急に入ってくる仕事をやるがためにやり取りもそうですし、それのやるべきだったことをずらす手間もそうですし、こういうのは本当に嫌で、だからやっぱ事前にこれが計画準備とかそういうことにつながるんですけど、やりますよね。そういう面では、その頼む側もそうですし、やっぱ仕事を、頼まれた時にやっぱこうスムーズにあれするには時間をしっかり明確に確認しておく、ということがすごく大事ですよね。時間にうるさくない人はそうですね、そういうの無駄が多いかもしれない。じゃあ改めてにはなるんですが、仕事が遅い人の共通点を社長また改めてご説明をお願いいたします。はい、1つ目はやっぱり目的目標がちゃんと理解されてないと。2つ目は計画準備がやらなすぎかやりすぎか。3つ目は時間が曖昧だと。そういうところだと思います。今日も見ていただいてありがとうございます。このチャンネルでは現場の様子、対談、イベント、また引っ越しの豆知識、ビジネスに役立ちそうな知識と様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、この動画もぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。